皆さんこんにちは。花盛りの君たちへ、佐野泉役八代拓です。皆さんこんにちは。中津修一役戸谷菊之助です。皆さんこんにちは。南波南役梅原雄一郎です。何ですかいやいやいや、何ですか今皆さんこんにちは言えてましたよ、言えてる言えてる、本当ですか？マイク通したら大丈夫。そういうやつ。そうそうテクニカルなやつでした。そんな寝起きことないかなと思った皆さんこんにちはテレビアニメ花盛りの君たちへ第2クールの第8話アフレコ、先ほど終わったばかりでございます。お疲れ様でした。さアフレコの感想や本編の見どころ、アフレコアフタートーク、はいお届けしていこうと思いますが、うん戸谷くんとはい、梅原さんとうん、僕っていう組み合わせは初だね。初めてですね。よろしくお願いします。お願いします今週はまあ原明葉さんが中心となっていろいろね、うん物語が動いてて、俺らは被写体基本的には。結構まんざらでもなさそうでしたけどね、みんなね。いやいや、難波でしょそれはあれさ、ちょっとどっから話すかも難しいけどね、寿さんとかもいるからさあ確かにあれですけど、難波はなんであんなの好きなの？乗り気っすね。わかんない。多分楽しいこと好きなんだろうね。いやうんだし、なんか南波的にはなんかこう佐野を焚きつけたい感もきっとねあ確かにその毛はあっのかたね。なとは思うけどね。ーまんまと。まんまとですよ。いやまあ別に難波じゃねえけどな、スイッチはまあそれはね。水木やけどな、それは嫉妬してたね。いやすごかったな後半。めちゃくちゃ好きよな。好きだね。かなり。だからそれも最初からだもんね。割と序盤から好きは好きだよね。好きは、気になっては、あー確かに。で最近気づいてしまいという。どうするってね。中津はもうずっと賑やかしだ。言い方ないな。言い返した方がいいよ。言い方悪いっすよ。本当は本当は賑やかし。違う本当はうんもう水木のことが大好きでっていうのをその気持ちだけでやってますから最近ずっと。それ一本で。もうそれ一本です。まあまあ一番重要なところだもんね。確かにね。はい新しいキャラクターはどうですか？いやーそうっすね。エビ寿。ああ寿さんとね。よ寿さんなんか良かったっすねめちゃくちゃ。なんかかったね。ああいうヘアメイクさんいるよなと思って。何ちょっとリアル。そうそう内山さんの芝居がもうめちゃくちゃすごいめちゃくちゃリアル。リアルだったですよね。あれね。超良かったっすね。なんか勢いの感じ。うんいるね。梅とかってどうするの？なんかさ、こうメイクさんもさすごいお優しい方多くて、はいはいはい結構こうなんだろう、割と黙々とやられる方もいるけど、ん喋りかけてくれる方もいらっはいしゃる。はいはい。すげえ喋りかけられた時って梅ってどうするの？なんかネタフリする。本え当？あ、そうなの？割と。そうなんだ。そう。よう寝てるなとは思ってたけどメイク中あれはもう話しかけんなよって。まあ向こうもね別にね、うんそれはいいしね。そう多分気使ってね話してくれるぐらいだったら別に僕は話さなくていいよっていうので。確かに。うんまあ梅は梅でそういう優しさが確かに。うん戸谷くんとかはちゃんと会話しそうだ。しますね。そうだようね。ん。なんだろう僕別にどっちでもいいかなって感じですね。話しかけてもらってもあー一人でなんか携帯とかいじったり台本読んでたりしても別にいいかなって感じ。でも勢いすごいわかるなと思っちゃったの、なんかリアルでしたね。リアルでしためちゃめちゃね。ね。あとはマリちゃんか。ああね。マリちゃんマリちゃんもなんかリアルだったの。すごかった。そうね。うん。それで言うとさ、これちょっと小声の方がいいのかな。確かに。そのマリちゃんがテストで多分ねあれマジでうんあんのよ。その台本を片手に読んでると、うん。腹秋葉って分かっててもそうなんですよ。字面でとっさにその秋葉さんっていういやありますいよね。や言っちゃうよね言。っちゃう。字面で秋葉以外ってさ、なかなか脳まあが確かにね。変換しないじゃん。うんでも俺なんかあれがさ、テスト本番ははい秋葉って言ってたのかな、なんかうんま秋葉さんなんでですか秋葉さんって言ってて、うんだからじゃないってこの名前すら間違えてんだ。ああ確かに。それもなんかすごいリアルに勝手に感じちゃってモデルとして確かにな。カメラマンさんの名前をうん。一番間違われやすい形で間違えてるからじゃないってそれは厳しいこと言われるよね。めちゃくちゃでも説得力ありますね。あるでしょそれね確かに。なんかそういうとこじゃないマリちゃんってうん。思ってたけど、いや面白い。でもなんか秋葉さんのプロも見ましたね、なんかね、うんプロの姿思いました最初、ね先週出てきた時に、うんなんかすごい、チャラいそうね感じだなと思ったっうすけど、今日のその、んマリちゃんに怒ってるところ見てあアキラさんも立派な人なんだとね
本質をねちゃんとね分かってる人でねそうねきっとね、うんだから多分本当にいい写真を撮れるっていうかね、うんことなんだろうね。まあ一人で家でこう一点かやっぱパワーワード多い多いのよ。今週もねいや今日パワーワードを探すか。うん水木がねやっ水木ぱのさあのモノローグセクシーだみたいな言ってた。それ横で福山さんもちょっと笑ってた。いやあれおもろかったなあれ面白セかったクシーだセクシあと僕あれ好きっすー。なんかケニーさんの綺麗だみたいな。そうそうあれのだったなよかったねあれ。あと、うんこの気持ちはどこまで大きくなってくんだろうね。あれめちゃくちゃ良かったっすねよかったもう。可愛かった。めっちゃ可愛い確かに水木うんモノローグずっと可愛い愛しさと恐怖が混じった感じってほんと濃いよな。今ど日うなっちゃうんだろうみたいな。うんうんあれは良かった確かに。確かにまああとやですねっぱ11か。いちちで伝わるかな伝わるか、いやあれは伝わるんじゃないか。いちちあったっすねね皆さんいかがでしたか。いちちについての感想をあれは最高うんだったな。うんあれ欲しいな。うん音源あそこだけねあそこだけ。あでもラインスタンプとかでああいいね。着信の時でしょ。うんそういちちアラームとかでもいい。あれで起きれるからえあれずっとループあれを繰り返す11気になって起きるだろう気になって起きるでしょ。何事かと思っていやでもあれはやっぱ森久保さんの原木も素敵だな。面白かっ面白い。うん最後ちょっと衝撃的なたうんシーンというかね。梅田のね梅田と二人のねなんかあれもでもさ、うんなんかああいうシーンもなんて言うんだろうな。多分自分がうん小学校とかうん小学生中学生ぐらいの時にうん読んでたら、うんうんまあねなってたと思うけど、なんかうん今見るとなんか、なんか素敵なシーンかもなっていうか、なんて言うんだろう、受け入れられるというか、まあそうねはいはい理解ができる。二人のなんかこういろいろあったんだろうなみたいなうんそうそうそうバッきっとなんクボーンみたいかあったんのすよねうん絶対ねありました。ありました確実に。はい、いや分かんない。ちょっと断言は良くないね。こういうのって。いや絶対ありいやましたよいやなんか、でもそれを想像させるようなそうねシーン、大人のシーンというかさ、うんよかったななんか。梅田先生大人ですよね梅田先生はね大人。当たり前か哀れ佐野って言われた。あそこも面やっぱ基本モノローグおもろい白いうん確かにあー確かにうん独特な。んかね言葉の選び方が面白いなとは思う意外と読んでるとむずいなと思う瞬間も多いけど、なんかううんん結構こあそうか佐野は結構物多いもんね多いそっか多いし、なんかこう佐野さんのなりにこう、うんこうジェットコースターというか、うんなんかすごい決意したと思ったらうん何情けないこと言ってんだろうとか、あーそうね俺はこう思ってる俺はこう思ってる、あいつどう思ってんだみうたいなとか、んなんか意外と結構なんか自そういう問自答も多いしね多い、うんあんまり口数が多いくないからこそ、確かにずっと考えてるんですねでもなんかここからまた青春の物語もねきっと動き出していくと思いますうんんで、ここから先の話を皆さんぜひ。イチャイチャしてたもんないやーあれすごいことしてますよあれねねすごいことはしていないよ。やいやだってもう抱いてポンポンしてましたよあまあそれはしました。それはまあそんないいねいいね。いいねと思ってる顔かな。なんか。ナンバー意外とないからありそうで何もないからさあ確かああまあね。でもフライでからにずっと振らあれれてるな絶対モテんのにな。うねそうなんだよねジュリア行くから。んあそうでもナンバとかなんかこの描かれてないシーンの裏とかで、あでもどうなんだろう。どうなんだろうねなんかデートぐらいはなんかしてた確かにりとかね。でもやっぱたどり着けないんじゃないですか何知らないけどたどり着けないその駅の名前教えてもらっていいですか。たどり着く先の名前。たどり着く先の名前は言えないんであすごい
すごいすごいもなんだよ。すごいいやいやいやいいね。いいね。まあまあまあ小声だったら何でも OK ですからそうだ何でもいいですねこのアフタートークは、はいということで、皆さん引き続き本編の方お楽しみいただければというふうに思いますのでよろしくお願いします、はいお願いします、今回のアフレコアフタートーク担当はその泉役八代拓人。中津修一役豊木久之助と南波南役梅原一長の3名でお送りしました。次回は誰がやるのかお楽しみに。バイバイ。バイバイ